ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はこのプレートの書き方を説明していきます。説明の中心となるのはこのバラの書き方です。周りの透けた感じの花びらや葉っぱについても説明していきます。どうぞ最後までお楽しみください。プレートにバラの下絵は描いてあります。バラの周りの背景となる色を塗っていきます。絵の具を少し取り、色が薄く出るようにサイドロードします。筆をパタパタと動かし、同じ方向にならないようにしましょう。黄緑もピンクと同じように絵の具を少し取り、色があまり出ないようにサイドロードします。ピンクの内側を同じように塗っていきましょう。ダークフォレストも同じように絵の具を少し取り、色が薄く出るようにサイドロードします。バラの周りを大体で良いので塗っていきましょう。バラのベースは一度塗りです。ふんわりと丸く塗っていきましょう。紫のバラも同様に塗っていきます。一度目の影を入れます。ストロークで隠れてしまう部分が多いので気楽に塗っていきましょう。ライトアイボリーで花びらを描いていきます。バラの中心を囲むようにどんどんストロークしていきます。塗りつぶさないように楕円になるように短いストロークを描いていきましょう。他のバラも同じように描いていきます。ライトアイボリーのストロークの上にジプシーローズのサイドロードを入れます。紫のバラも同様にサイドロードします。2回目の花びらのストロークはホワイトです。光が当たり明るくなっていそうな場所にストロークします。花の手前の方や花芯の周りなどです。大きな葉はダークフォレストのウォッシュです。小さい葉も同様にダークフォレストのウォッシュです。
葉に影を入れます。ダークフォレストのサイドローディングです。葉に明るい部分を作っていきます。ライトアイボリーのサイドローディングです。葉にアクセントをつけます。バラのベースの色をのせることによって変化をつけていきます。葉の葉脈をライナーで描いていきます。透けた感じの黄緑の葉っぱはダークフォレストとイエローを混色したものです。透けた感じを出すために水の代わりにニスを使っています。具体的な方法は後ほど解説します。小花の花びらはフィルバート筆で描いています。好きな場所に書き足していきましょう。違う形の小花も描きました。花芯はフィルバート筆で楕円形になるように描いています。花に3度目の影を入れています。2度目のサイドローディングより幅を狭く面積を小さく入れています。紫の花も同じ色のサイドローディングです。花芯は丸筆の先を開いたもので描いています。バラの花びらの最後の微調整をします。ウェッジウッドブルーや今まで使ってきた色を使い変化を持たせています。花びらにウォッシュをのせ薄いブルーにしています。葉っぱにさらに色をのせています。透けた感じのピンクの花びらを描きます。筆にニスをつけ絵の具を少しだけ取りストロークしています。周りのピンクをもう少し強くしたいと思い、サイドロードした筆で色を加えています。小花の花芯にバーントアンバーで影を入れました。花びらにサイドロードで色を加えたものもあります。仕上げにステンシルブラシで小花を散らしました。絵に明るさを足すことができると思います。このバラの描き方について説明します。まずバラのベースをベリーズ&クリームで塗ります。次にジプシーローズで1回目のサイドロードです。そして花芯の周りをライトアイボリーでストロークしていきます。ランダムに
あまり規則正しくならないように描いていくといいと思います。ライトアイボリーのストロークの上からまたジプシーローズでサイドロードして影を作ります。2回目の花びらは一段明るいホワイトで描いていきます。花の前面や花芯の周りを中心に描くといいと思います。3回目の影はレッドアイロンオキサイドのサイドローディングです。幅を狭く長さを短くして2回目の影よりも小さい面積になるようにしましょう。仕上げの花びらとしてウェッジウッドブルー、ベリーゼンクリーム、ライトアイボリー、ホワイトをストロークしていきます。ブルーでアクセントをつけたり、ホワイトやピンクでバラを修正していきます。今のバラの描き方を順に表すとこのようになります。バラのベースと1回目のシェードです。1回目の花びらのストロークです。ライトアイボリーで入れています。そして2回目のシェードです。2回目の花びらのストロークはホワイトです。3回目のシェードはレッドアイロンオキサイドで入れています。仕上げの花びらのストロークはウェッジウッドブルー、ベリーゼンクリーム、ライトアイボリー、ホワイトです。色見本を作ると下地の色がベリーゼンクリーム、1回目2回目の影がジプシーローズ、1回目の花びらのストロークがライトアイボリー、2回目はホワイトです。3回目のシェードはレッドアイロンオキサイド、仕上げのストロークはウェッジウッドブルー、ベリーゼンクリーム、ライトアイボリー、ホワイトです。透けた感じの葉と花びらの描き方を紹介します。水の代わりにニスを使う方法です。水よりも粘りがあり、筆跡を残しながら描くことができるように思います。まず普通に筆に残った水分だけで描いた葉です。次に水で薄めてウォッシュにして描いた葉です。3番目は水の代わりにニスを使いウォッシュのようにして描いた葉です。4番目は筆にニスを取りサイドロードした葉です。さらに絵の具を少しにし描いてみました。ピンクの花びらも同様に描いてみます。筆に残った水分だけで描いた花びら、ウォッシュの花びら、水の代わりにニスを使い絵の具を薄くした時の花びらです。ニスを含ませた筆に絵の具を取りサイドロードした花びらです。最後は絵の具をもう少し多く取りました。わずかな差なのですが、いろいろな場面で使い分けると良いと思います。このバラのプレートを描くときに気をつけたことは、花の向きです。中心になるバラを描き、あとはいろいろな向きになるように描きました。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは
トールペイントのテクニックを紹介していく予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。感想やリクエストなどコメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。